こんにちは、ゆうかです。星の光の庭ラジオが始まります。この番組では星の流れを入り口にして日常の意識を深めながら人生をより自由に豊かにしていくチャンネルとなっています。はい、今回はですね、春分ですね、自分の足元確認というテーマになっております。春分図は太陽がお羊座の0度に入る瞬間のチャート。そしてこれは1年の始まりを象徴としてその年の社会全体の流れや空気感を見るものというふうに位置づけられています。で、春分のこの流れっていうのは、1年間ずっと続くって言われているわけなんですけど、本当に個人っていうよりは社会全体がそういう雰囲気っていうモードっていうものなんですけど、私はよく言いますけど、その西洋占星術の占い師ではないので、結構ざっくり言っていくって感じなんですけど、でも全体的に言うとやっぱり社会は揺れるでしょうってことになってくる。で、世界は揺れるでしょうっていうのをどこから見るかっていうのを説明した方がいいかって言ったら説明もできるんだけど、例えばだけど、その4ハウスっていうのにお羊座が集中している。で、お羊座が集中しているっていうことを、集中していて4ハウスであるっていうことで、すごくこの自分のなんていうのかな、自分の暮らしとか住まいとか自分の心に心理的なものにセンターを合わせてくださいねっていうような配置になってるんですよね。っていうことは、他の星から見ても分かるんだけれども、結局周りの情報だとか社会情勢とか、あと経済的なものとか、そういったものがやっぱり揺れるし、煽られちゃうから、だからもう自分の足元を確認するっていうことがすっごく大事だよって、もうそこが生きていく、集中して生きていくっていうところのポイントになっていくよっていうことなんですよね。だからもちろんさ、私たちってたくさん夢があってさ、こういうふうにやっていきたい、こういうふうに広げていきたい、もっともっとビッグになりたいっていうか、成功したいとかさ、いろいろ欲はあるかもしれないけど、でもその欲っていうよりはもう丁寧な暮らしって、いつだっけ、2000年代ぐらいにさ、クーネルとかさ、天然生活だっけ、そういう雑誌が出たじゃない。そういう丁寧な暮らしみたいなのが出たけど、改めてそういう丁寧な暮らしに戻るみたいな感じかなって思うんだけど、思い出したんだけど、この丁寧な暮らしをすると苦しむ人がいたじゃん。本当に忙しいのにこんな丁寧な暮らしできないし、片付けられない自分にそういうのを見てると罪悪感が出てくるみたいな、そういうパターンもあったじゃないですか。で、ここでいう丁寧な暮らしっていうのは、そういうなんて言うんだろうな、絶対的な外から見ての丁寧っていうよりも、自分のセンターに戻った丁寧さっていうのかな。今ここに自分がいるっていうことに集中する丁寧さっていうか、今を感じながら生きる丁寧さ。例えばさ、やっぱりすんごい忙しくてしょうがないっていうか、自分を見失うほど忙しいとか、あとそういうのってさ、どこかが整ってないからそうなるんだと思うんですよ。なんでそんなに手に負えないぐらい忙しくなるのっていうのは、何かが整ってないからそうなるんだと思うんですね。自分自身が本当に整っていたら、例えばもう本当に会社ですごい仕事を押し付けられてるっていう状況とかも、きちんと自分でオーガナイズしてお断りするとか、そういうこともできますし、例えばだけどね、そのお断りできない自分っていうのには
やっぱりそれを断っちゃったら仕事もらえないんじゃないかなとか、自分の価値が下がるんじゃないかなとか、そういう不安とか恐れがあるとか、なんかそういうのが絡み合ってもっとやんなきゃって思ってるとか、いろんなことがあるじゃないですか。でそういうのも含めて整えていくっていうことなんですよね。でそれをこう集中してやっていくと、人って絶対さ、その自分なりの丁寧な暮らしのラインっていうのが必ずどこかにはあるっていうか、自分なりに自分の瞬間を楽しんで、家族と楽しんだり、仕事を楽しめたり、あとその余裕のある空間だったり、奥さんだったとしたら家事も楽しめたり、家事が好きじゃない奥さんだったらそれなりのバランスで生きていったりだとか、そういう瞬間瞬間に自分を置ける時間っていうのは必ずあるはずなんですよね。でそれがないっていうのは、どこかしわ寄せがあるっていうのかな、何か心理的な落ち度って言ったらなんだけど、その整えてない部分があるから、何かこうすごく強烈な、なんかこなんか忙しさだったり、なんかこう、例えばもう片付けるのが嫌だっていう気持ちがあるっていうのは、何かこう自分が見たくないものがあるから片付けたくないだとか、そういうものがあったりすると、家がすごく散らかってしまうとかね、なんかそういうのがあったりすると思うから、そういうのをちょっとこう丁寧に見直していって、そして片付けていくっていう作業っていうのをしていかなくちゃいけないですよっていうことなんですよね。だから外へ出るっていうよりも、身の回りをきれいに整えていくっていうのかな、なんかそういうことをしていく。そして自分なりの生活の豊かさとか楽しさっていうのをこう発見していく。でそれはきっと人それぞれ違うんですよね。テンポも違うし、なんかやりたいこともきっと違うんだけど、自分なりの喜びや楽しさとかベースを見つけていくっていうことだったりもするんですよね。そして、Q ハウスに乙女座のドラゴンテールがあって、で Q ハウスっていうのはその理念とか信念とか思想とか正しさ、学問とか海外とか宗教とか世界観とか、そういうハウスでもあるんですけど、この乙女座のドラゴンテールなら、正しさに寄りすぎた過去とか、分析しすぎて感覚を失うこととか、細部へのこだわりや批判とか、そういうことをもう手放していきましょうねみたいなことを言われている状態なんですよね。でこれはさ、きっとめちゃくちゃあるんじゃないでしょうかね。で正しさ、これが絶対正しいでしょって思ってるってすごいありそうだよね。なんかなんかもう正しさを私たち求めるあまり、なんか話せないじゃないですか。これが正しい行動であるかどうかの方が重要で、日本人の私たちにとって。だから心から話して笑って喜び合うよりも、なんて言うんだろう、私が正しいパフォーマンス、正しい行動や言葉を使えたかどうかっていうことが重要であって、それで本当に心と心が通じ合うみたいな、なんか行動する人ってほぼいないじゃないですか。だからなんか電車とかに乗ってるとさ、みんながもうさ、なんて言うんだろうな、なんかもう全然仮面をかぶったような感じだったりするじゃない。でそれはもう何が正しいかっていうことを教わってきてたから、だから本当の自分を出すよりも正しい自分、社会にとって正しい自分っていうのを出すことがいいことなんだよって教わってきたから、だから本当の自分の声っていうのが今まで出せなかったわけですよね。だけどそれが結構ガラガラ崩壊どんどんしていくっていう感じだから、もう一回そこから離れて、もう自分の直感だったり共感だったり、自分の心から思うことっていうところに一
回もう立ち返ってみようよっていうところになってますよね。そうだから具体的にはすでにある活動を丁寧に続けたりだとか、本当に必要なものだけを残していくとか、生活リズムを整えるとか、体を整えるとか、家や居場所を整えるとかね、あとお金の使い方を見直すとか、心の安心感、安心的なベースを作ることだったりだとか、精神世界を現実的に着地させるような生き方をしていくことだったりとか、ヨガや瞑想を逃避ではなく基盤作りとして深めていくとか、そういうような春分になってますね。でも先ほども言った通り、すごく社会はやっぱり揺れるんですよね。でなんでかっていうとさ、2ハウスに冥王星とかがあって、で2ハウスっていうのはお金とか資源とか所有とか価値観のハウスで、そこに冥王星があるとやっぱりお金の価値観への一新があったり、どうしても経済、社会経済、世界経済ですね、世界経済の仕組みそのものがどうしても変化していったりだとかで、自分の豊かさの基準が変わる。だからもう所有しているものに執着できない。自分が例えば貯金いくらだとか、家を持ってるからとか、そういう車があるからとか、そういうことにも執着できなくなってくるっていうことが起こったりとか、あとロックハウスにお羊座の天王星があって、でロックハウスっていうのは労働、日常、健康、実務、働き方とかルーティンの場所なんですよね。そしてお牛座は、体、お金、物質、安定、五感とか食っていう場所なので、そこに天王星があるから、もう働き方が変化していくとか、生活リズムが変化していく、健康観の変化とか、食や自然とか体への感覚の意識の転換とか、安定と思っていたものがもう揺れるみたいなね、そういうことが起こりやすくなってきますね。でだから社会が揺れるっていう、揺れるは揺れるだろうね。揺れるって言いたくないけど、今も揺れてるもんね。今日さ、友達っていうか西洋人の友達と話していて、でみんな今の季節ってサウス号はだんだんオフシーズンになってくるから、自国ってあれ自分の国に帰る人とかどんどん出始めてくるんだけど、もう本当に飛行機代が今高いみたいで、いろいろあるじゃない。高くなっちゃって、ですごい帰れ、帰るんだけどね、それでも帰るんだけど、すごい飛行機だけ高いよ、どうしようとか、でもキャンセルがもう続いてるよとかって言っていてさ、で結構そんな状態で、私たちも以前トルコに住んでたんだけど、トルコも社会情勢がさ、日本に住んでたらもう考えられないぐらいいろいろあったのね。で日本に住んでる両親とかにさ、それを言ったとしてもピンときてなかったっていうか、でどうして私たちがトルコにずっと住み続けないでインドに移住したいとかっていうのは、やっぱり社会情勢がすごい揺れてるから、その一つの国に居続けられないっていう現状があるんですよね。どうしてももう経済的な変化だったりだとか、やっぱり不安定な状況であるっていうこと、いつ何が起こるかわからないっていうような状況であるっていう、空気を読んで生きていくっていうのと、もうなんでしょう、日本で今までずっと安定していたから、なぜそれで急いで移動しなければいけないのかっていうことが多分ピンときてないピンときてないっていう雰囲気っていうか、お友達とか両親とかに話した時に、それがピンときてないっていう感じだったんだけどね、感じだったけど、とにかくそんな感じですごく周りが揺れるから、だからもう淡々と自分のセンターで自分のやるべきこと、動くことっていう動かなくちゃいけないことっていうんで動いていくっていうことをしていかなくちゃいけないわけですよね。そして、魚座の水星、ドラゴンヘッド、火星
で、魚座は境界線を溶かして集合意識、祈り、共感、混沌スピリチュアル、救済とかそういったものを、表しているんですけれども、そこに、水星、情報、言葉、思考とか火星の行動、衝動、そして、ドラゴンヘッドですね、ドラゴンヘッド、方向性とか集合的な課題っていうのが入ってきていて、で本当にもう情報がこう感情や空気に飲み込まれやすかったりだとか、もう理屈とかムードでこうニュースとかですかね、でこう来たりだ煽られちゃったりだとか、もうすごくこう曖昧な部分が出てきちゃったりだとか、そういうのが起こりやすかったりするから、だからもう情報をある程度は遮断してもいいのかな、ね、必要な情報だけ取ってさ、それで自分の感覚と静けさを持つことが大事かなっていうふうに思いますね。ただ、7ハウスに蟹座の木星があって、で7ハウスは他者とかパートナーシップとか、対話とか外交とかね、そういう感じなんで、身近な人との助け合いとか信頼できる仲間とのつながりとか、コミュニティや家族性が回復したりだとか、優しさや保護がこう拡大したりだとか、そういったものがこう表されているわけですね。だから外の大きな世界は揺れてるけれども、自分自身のセンターっていうのと、あとは信頼できる人とのつながりの中にはすごくこういいものが芽生えていくっていう部分がすごくあるような春分っていうことですよね。だからなんて言うんでしょうね、もうシェルターっていうかイメージ的にはシェルターじゃないけど、変にもう拡大頑張っていこうっていうふうにするっていうよりは、本当に整えていくっていう考え方でいいんじゃないかなって思うんですよね。美しく整えて、あと本当に気になるお友達と喋ったり、信頼関係をつなぎ合わせていったりだとかして、その友情を育んでいったりだとか、そのエネルギーの中で交換できるものがあったら交換でしたり、そこで何か生まれてくるクリエイティブなものがあったら一緒にこうやってみたりだとか、なんかそういうことをしてみるっていうのもいいし、あとは本当にもう自分を整えていくっていうことですね。だから整えていくっていうのも、もう周りの人から見ての整え方じゃないっていうのかな。なんかこう一般的にはこういうことをしてる人が整っているっていうイメージに自分を合わせるんじゃなくて、自分なりの整え方、自分なりに丁寧に生きるっていうのかなにするっていうのはどういうことなのか、自分の生活内でできることを見直していく。でなんか人によってはさ、なんて言うんだろうな、本当にこうできないこともあったりできないことにもあったりするっていうか、自分の本当に心をこう見直していくっていうのもそうだし、なんか最近こうちょっと話に聞くのが、なんか仕事をしてないと罪悪感がすごいあるみたいなお話で、それはこう家族のバックグラウンドだったり、旦那さんとかそのバランス、あと、病気しちゃってとかによってお仕事できない人とかいて、でそうすると自分にすごい罪悪感があって、なんかなんていうのかな、その罪悪感からちょっと鬱っぽくなるっていうんじゃないけど、ちょっとこう怠惰になってしまうみたいな、なんかそういう話とか聞いたりするけれども、例えばだけどそうだった場合に、本当にさ、その人の立ち位置として経済っていうかお金を取ることが絶対的に正義ではないっていうか、どうしてもその家族関係の、カルマ的なものっていうか、その背景とかがあると、どうしても働けない場合とか、ちょっとご病気になられてしまう方とか、そういう方もいて、
でそれはそれでそういうものをこう受け入れつつ美しい生き方っていうのは必ずできるセンターがあるはずなんですよね。だからそういう自分の中の誰しもが本当に美しく生きられるセンターっていうのが必ずあるはずで、だから自分はこういう理由だからできないっていうのってどの方にもないはずなんですよね。どういう条件だったとしてもね。だから細かくちょっと見直していくと、必ず自分の中での美しく丁寧に生きられるセンターのポイントっていうのがみんなそれぞれ必ずあるはずなので、もう忙しいからできないとか、お金がないから絶対もうそんな丁寧な暮らしとか言ってないでがむしゃらに働くしかないんだよとか、なんかきっといろんな思い込みっていうのもあって、でまあ確かにさ、がむしゃらに働くしかないのかもしれないけど、もしかしたらそれはすごい恐れでそうやって言ってるのかもしれないし、もしかしたらゆっくりやるんでも間に合うのかもしれないしね、分かんないから、ちょっとさ、どこが自分のセンターで、どういうふうにしたらもうちょっと丁寧に生きられるのか、あと不必要なものはないか、ちょっと物質的にも家の中がすごく散らかってないかとかね、なんかそういうのもちょっとね、丁寧にね見ていただけるようなね1年間っていうのを過ごしていただけるといいかなと思います。整えていく。だから大きな夢をもうバーンってこれになるぞって見つけるっていうよりは、もうタイトルにもある通り丁寧な足元確認をしていくっていうような春分っていうふうに考えていただくといいかなと思いますね。これで分かったかな。じゃあ、今回これで春分の配信を、終わりにいたします。では次回をお楽しみに。ゆうかでした。